アローハーエコモマイハワイのテリーです。第10回目の配信となります。先日ホノルル不動産協会で発表された2021年3月のホノルル不動産のマーケット最新情報からお知らせしたいと思います。なんと戸建ての中間価格が1ミリオン100万ドルを超え102万6500ドルまで上がりました。またまた史上最高値を更新しました。日本の感覚でいうと戸建ての売買中間価格が1億円を超えたということです。すごいことですよね。Days on Market も8日間8日間コロナ禍でもハワイ不動産は好調です。前回までの配信で名義がいかに大切かというお話をしてきましたが、今日は本題の前にちょうど来週名義変更になる今ちょうど取り掛かっている取引のお話をしたいと思います。お父様とお嬢様2人名義、今まで確定申告はお父様のみ、ここで売却することになりました。無事に買い手もつきエスクローに入り、もちろんお二人のサインで取引が進められます。先日は無事に交渉も済ませました。アメリカ大使館では予約がいっぱいで、お嬢様はパスポートが切れているため、日本の交渉役場で米国の交渉をしてくれるところを探し、そこまで出向いていただき、日本の免許証で交渉ができました。そして日本の交渉役場でアメリカの交渉をする場合は、エスクローにあらかじめその旨を伝えます。アポスティールという書類が譲渡証書につけて作成してもらいます。これはアメリカ大使館や領事館でする場合には必要がない書類だからです。私たちエージェントはどこでアメリカの交渉をするのかというのを事前に把握して、きちんとタイムリーにエスクローに伝えるということが大切です。それでないと正しい譲渡書がエスクローで作れないからです。さて、無事に交渉が終わり、いよいよ名義変更になり、売上金の振込先ですが、ハワイの銀行口座にはお父様のしかありませんでした。お嬢様はハワイに口座がありません。銀行側からはお嬢様がハワイに来て銀行口座を開設するよう提案されましたが、このコロナ禍、しかもそのお嬢様はパスポートが切れている。エスクローにも相談して、どうやってお嬢様分の売り上げを振り込むことができるか相談したところ、お嬢様の分の半分 50% は小切手を切って、お嬢様が裏書き小切手の裏にサインをしてはどうか、エンドースしてはどうかとアドバイスをいただきました。しかしハワイの銀行ではそれは認めないと言われてしまいました。お嬢様の分は日本のお嬢様の口座に送金するという手段もありましたが、ここでアメリカからドーンと日本の口座へ大きな金額を送金してしまうと、日本の国税局が見張っていて、直ちに税務調査になってしまう、そして多額の税金を払うということにもなりかねません。それをどうしても防ぎたかったので、一晩中頭を悩ませ、ひらめいたのが、売上金全部をお父様とお嬢様の連名で小切手を切り、お二人で裏書き小切手の裏にサインをしてエンドースするというのはどうかというのを銀行に問い合わせましたら、それだとお父様のハワイの口座に入金できるという嬉しい報告を受けました。
早速エスクローに売上金全部を連名で小切手を切るように指示し、名義変更日に私がその小切手を受け取り、日本に書き留めでお送りします。日本でお二人がサインしてもらったものをまた書き留めでこちらに送ってもらい、銀行に出向きお父様の口座に入金する流れとなると思います。そして最後に売上金はお二人分連邦とハワイ州で源泉徴収されていますので、来年の確定申告で調整が必要になります。お嬢様は確定申告を今までしていなく、しかも納税者番号もないので、ここでアメリカの税理士に番号を取得から全てお世話になるということになります。今回はなんとかうまくまとめてみましたが、名義を日頃からきちんとしていれば、売上金の銀行振込の件や確定申告で心配をする必要がなかったのです。以上、名義がいかに大切かの実例でした。私たちエージェントはいろいろな事態に、状況に直面しても、フレキシブル、柔軟性、そしてタイムリーに迅速に対応するという適応力が必要になります。一つ一つの実体験が経験になり、その経験を生かし、より良いエージェントになれるよう頑張ります。謙虚に頑張ります。さて、ここから今日の本題、ハワイ不動産の歴史についてお話ししたいと思います。ちなみに参考文献はハワイ不動産ライセンス取得講座の教科書からですので、ハワイ語が出てきますが覚えてみてください。試験に出るかもしれません。西暦400年頃から13世紀14世紀とハワイにポリネシアから人々が来るようになりました。ハワイの人々は土地、海を守り、自然からの資源を大切に自給自足をして暮らしていました。漁師は海で魚を取り、木こりは山で材木を作り、平地では農民が畑を耕し、それぞれの専門分野で収穫をみんなで共有するという暮らしをしていました。この精神がハワイのアロハスピリッツ、シェアをするという基礎信念になっているかもしれません。財産の私的所有という概念はもともとハワイには存在していませんでした。1840年以前はすべての土地はアリー・イヌイというチーフに支配され、庶民であるカナカによって農業を営んでいました。カップと呼ばれる法律で海と陸の両方の資源の乱用を禁止し規制しました。当時は誰もが生産されたものを共有する権利があり、土地または海から取ったものの規制が必要だったのです。王の下で土地の監督はアリーによって行われ、アリーの承認のもと、カナカは小作人として土地を使用しました。アリーが亡くなると、彼が監督していた土地は王に戻りました。土地の分割ですが、島全体を木プニと呼び、最初の土地の分割単位は山から海にかけてくさび型の土地区画で、それを木と言います。オアフ島は6つの木に分割されました。それぞれの木には山から海にかけて走る細い帯に分かれ、これを次の
土地分割単価アフプアアと呼びました。アフプアアでは海から魚、木々からはココナッツ、丘からはタロイモ、ヤム、スイートポテトなどが取れ、山からは材木、そしてハンティングでの収穫がありました。それらはすべてアーリーによって統治監督されました。次の土地の分割単位ですが、イリーと言います。イリーは単独で分割された土地で、レレ、ジャンプと呼び、さらに小さな農地単位はモーと呼ばれます。そして最後にカナカが持つことができた一番小さい土地単位、土地区画をクレアナと言います。アフプアーからカナカまでの区画を分離する境界は基本的に山、渓谷、川などの自然の境界で、その自然の境界が存在しなかった場所では表記された石の壁がしばしば境界となり、これらの壁は今日でも見ることができます。その石の壁の表記で使われている言葉は現在でもハワイで使われています。マウカ、山側、山に向かっている。マカイ、海側、海に向かっている。北はルナ、もしくは上。南はラロ、または下という意味です。方向は地名を使い、この慣習は今日も続いています。地元の人はしばしば西側をエヴァサイド、東側をダイヤモンドヘッドサイドと呼びます。例えば空港からワイキキに向かうニミッツハイウェイを車で走って、ちょうど右手にアロハタワーを通過したあたりの左側にピンクのツインの2棟のそびえ立つコンドミニアムがあります。ワンウォーターフロントタワーと言います。ここで例えば知り合いとロビーで待ち合わせるのに、まさにマウカ、山側、マカイ、海側の建物のどっちという話になります。建物はツインで構造は全く同じなので、どちら側に立つ建物かという表現が必要になります。同じくワイキキで有名なコンドミニアムワイキキバニアンも同様でツインタワー。ここはロビーが真ん中に一つですが、お部屋番号だけではどっちの棟かわからない。マウカ、山側なのか、マカイ、海側なのか、エレベーター手前にきちんと表記されています。そしてアラモアナショッピングセンターのダイヤモンドヘッド側、東側にあるヨットハーバータワーというコンドミニアムですが、こちらは東西に2つのツインタワーが建っている有名なコンドミニアムです。こちらもロビーで待ち合わせるのにダイヤモンドヘッド側、エヴァ側とはっきり告げないと行き違いになってしまうかもしれません。以上、今日は歴史的な流れから現在ハワイでも使っている方角を示す単語の話になりましたが、ぜひ覚えてハワイにお越しになってみてください。ああ、なるほどと感じてもらえたら嬉しく思います。次回は引き続きハワイ不動産の歴史の話、そして各地域に焦点を絞ってお話ししたいと思います。私の動画を見てちょっとでも
ためになったと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。マハロヌイロア。金はFogati Beauty may help you. いひひひひじゃない。